もう撮っても大丈夫ですか？うん。これから緊急で動画回していくんで。はい。あれスプーンある？うん。ちょっとゆるっとね、ゆるっと撮ろうかなと。よいしょ。コンビニスイーツですか。何買ったの？そう。宇治抹茶とマンゴーのパフェ。宇治抹茶とマンゴー。初めて買ってみました。ああ、マンゴー好きですからね。マンゴー好きなんで。よいしょ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。朝活してきたところなんで、もうここ最近さ、本当暑いから。そうだからもう今日は出発が何時5時ぐらいにはもう出てたね。出てたね。うん。君3時起きだもんね。そう。本当は4時に出るっていう。すいませんね、妊婦さんにそんな。あ、ちゃんと早めに寝てるんで大丈夫で。はい。というわけで、先日動画で、ご報告動画とは言わないけど、ちょっとね、授かりましたというようなことを匂わせる匂わせだよね。匂わせだいぶストレートだけどね。っていうようなね動画を上げたんですけど、すごくいろんな方から、本当コメントだったりDM だったりもう X とかさまざまなところでねちょっと、お祝いのメッセージをいただいて、もうすごい嬉しいし全部見てるんだけど、ちょっと個別には全部返しきれないなということで今緊急で動画を回しております。どこかで聞いたような、いやちょっと言いたかったんですよ。本当に皆さんどうもありがとうございます。ありがとうございました。温かいメッセージをたくさんもらいました。ちょっと泣きそうになっちゃう、見てると。なるよね。そうなんですよ。いやあれとりあえずはいつだっけ、出産は。予定日は今のところ年末ですね。だからもう年内にはちょっと新しいファミリーが増えているといいな。もしかしたら来年になるかなとか、そんなような時期感で今ちょっと進行中でございます。このプロジェクトが。一大プロジェクトだよね、本当。でそれでね、僕らも、子供はねちょっとずっと欲しいなと思っていろいろとこう頑張ってはいたんだけど。そうなんです、実はね。ただいろいろあってね、一番大きかったのはやっぱりなかなかこうできないってなってる中で、なんかもしかしたら妊娠したかもみたいなのがちょっといわゆるなんていうのあれば子宮外妊娠だったんだよね。そうね、子宮外妊娠っていう。僕も最初朝起きたらなんかすごいお腹痛いから救急車呼んでって言われて。そう、とにかく病院に行きたくなるぐらいで、病院でこういろいろ検査してもらったらそういうことだと。そう、子宮の外で妊娠はしてたんだけど、それが結局お腹の中で破裂しちゃったんだよね。その卵管っていう細い髪の毛ぐらいって言ってたかな、すごい細い管があるんだけど、その中に着床してしまったので、そこで大きくなって、そうすると卵管が耐えられなくなるので破裂しちゃうんですけど、病院行ってそのドクターからね、もうこれは正直母体の命に関わるって言われて、一刻も早く手術してんだから、もう腫れちゃって内部でえらい出血しちゃってて死ぬかもしれないっていうような話で、びっくりするよね。ってなって、いやもう一刻も早くそれは手術してくれって言ってね、それで結局要は卵管の一つがねもう摘出にもなっちゃってるし、そもそも破裂しちゃってたから。そうなんです。それをでも取ってもらって、それがねちょうど1年ちょっと前か、去年の6月末ぐらいだったかな。突然入院しましたっていうツイッターだけは報告してたんだよね。そうだね、ツイッターで報告はしてたのか。詳細までは伝えられてなかったんだけど。あの時ですよ、1年ちょっと前。あれもね、だから結局、やっと妊娠したっていう話からのそれだったから、結構
正直落ち込みもしたし、これからまた妊娠できるのかなっていう不安もあったんだけど、本当ありがたいことにね今回授かりまして。そう結局顕微授精だったんだよね。そうやっぱどうしてもなかなか自然に妊娠はしにくくなるわけじゃないらしいんだけど、いろいろあったけど、最終的には良かったなと。そうだね、やっぱりもういつまで治療を続ければいいのかとか、すごく治療にはいろいろ大変なものが伴うので、痛みだったりなんか薬飲んで気持ち悪いとかだったり。不妊のってこと？そう、不妊治療においてはね。そうね、不妊治療もだからやってって、リコさんなんかずっとやってたからすごく体調が悪くなるんだよね。あれもう気持ち悪くなったりとか、その中でね撮影に付き合ってもらったりとかしてたから本当に申し訳ないなと思ってたんですけど、でもそこはやっぱ体を優先して動けてたんで大丈夫だったんだけどね。いろいろありましたけどよかったなってきっと今がタイミングだったんだろうなっていう感じです。そうだね、よかった、ちなみにもう性別も分かっております。おお分かったんだよね分かったんですよ発表するのここで。どうする？言う？いいんじゃないですか。じゃあどうぞ。いいよどうぞ言って。女の子ですパチパチパチの予定です。娘か。いや娘か娘がいいなとかって言いつついざ娘だと分かると娘かずっと言ってるもんね、娘か、いやじゃあ娘が嫌っていうことじゃないよ。いや分かる、もうなんかお嫁に行っちゃうんだなと思うと早いんだよねなんか臭いって言われたらどうしようとか娘に嫌われたくないなっていう、ちょっとダイエットしなきゃと思ってこの間のニコンの撮影を手伝ってくれたみゆちゃんっていうこの間アシスタントしてくれた子がいるんだけど、可愛い女の子がね。で娘がカメラやってて、お父さんもカメラやってて、すごいいいなと思って。で娘にお父さんとかにモデルやってって言われないのっつって、でもうちは撮らせませんって言ってる撮らせてあげなよって言いながらいやだから恥ずかしいだろうな、気持ちはわかる。そう、じゃあ俺撮らせせてもらえないのかな。いやだからそこをなんかうまくちっちゃいうちから訓練してちっちゃいうちからね、飴ちゃんあげるからっつって飴とかでご褒美付きで、ちょっとそこ立っていい感じにしてといてくれたら後でリカちゃん人形買ったからっつって今はちょうど安定期に入って、みんなに報告できるかなっていうところで、本当につわりとかがもうめちゃくちゃひどくてね、君は、世の中なんか見てるじゃん、大体何週目まで行ったらつわりって収まってきますよみたいな情報を見てるって、このぐらいになったらきっと大丈夫だよって思ってたら、全然それを過ぎてもなんかね、ダメで、そうちょっと良くなってきたかなと思ってもなんかね、いいっすよ、スイーツ食べてください。つわりの話しながらやっと食べれるようになったんです。そうなんですよ。だってこんなの絶対無理だったじゃん。絶対無理だと見ただけでもうってなってたと思う。俺も慣れない家事をしながら大変だった本当にね。料理もさ、そうめんとか作ってくれてね。そうめんぐらいしか作れないからねいやでもそれぐらいしかなんか食べたいと思うものもなくて、だけどなんかいざ一口食べてみると、昨日までは食べれたのに、そうなの。ちょっと今日もう無理、ごめん、いやだからさ、買い物行くじゃん、買い物行ってで昨日これがすごい食べれるってちょっと前に俺ツイッターかなんかで冷やしトムヤムクンめちゃくちゃうまいよみたいな話をしたのよ。であれは冷やしトムヤムクンが食べれるって言ったから、で俺買い物行くじゃん。で買い物行ってあれが食べれるって言うからすごいいっぱい買ってきたんだよ、ほんで次の日もう一回食ってみたら食えないって言ってっつって食えない、あれ昨日まで食えてたじゃんっつって、もうダメっつって、そうしょうがないから俺が
冷やしトムヤムクンめっちゃ食ってねそういう感じだったんだよねあれね。でそれからもう買い物行くんだけど結局、何食べたいって言っても分かんないっていうからとりあえず食べれそうなものをもう1食なんだけど3食分ぐらい買ってって、でどれが食えそうだ今日はって言ってでそれでなんか食べれそうなのを食べてくんだけど残ったものを全部俺が食うわけよ、どんどん俺太ってってさちょっと今ね体重が過去1ぐらいになっちゃってそうなんだよね増えちゃってやばいんですよこの間ちょっとなんか、髪切ったからかななんかちょっと痩せたかなと思ってたんだけど体重計乗ったら全然そんなことなくてへこんだもんねさすがにダイエットしなきゃみたいな雰囲気になっててちょっとね娘に嫌われたくないんでそうだねうちのパパかっこいいって言われたいから、これからちょっとね頑張っていきたいなと思います、ダイエットの方も、ダイエットの方も、というわけで、そんな感じでいいですよ食べてもう私が締めとくんでそうですか、またね何かあったら報告もしますし。そうですね、ちょっとだからリコさんは今後少し出番が減ってきちゃうと思うんですよ。今はちょっと体調が回復してきたんで、最後ちょっと頑張ってもらってでもこれ以上お腹大きくなってきたりとかしたらもう結構分かる、こういう服着てたらまだギリ分かんないかなワンピースだと。そうだね、でもちょっとずつお腹も大きくなってもう動いてるもんね。そう動いてるのが分かるようになってきたんで俺が今胎教ミュージック聴かせてるからそうなんですよね、だいたいヘビメタデスメタメロコアちょっとパンキッシュな女の子になっちゃったらどうしよう。まんべんなく聞かせてもらいたい。クラシックなんて聞かせてたらぽやーっとした子になっちゃうかなと。そんなことないですよ。モーツァルトがいいらしいし。モーツァルトか。というわけで本日の動画は以上になります。以上です。では皆さん今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ピース。ピース。